どうも、フォースタンストレーナー楠山です。いつぶりかというくらいの久しぶりの動画になるんですけれども、結局はクロスかパラレルかだと思いますという内容の話をしたいと思います。これは合うクラブ合わないクラブにも関係するところになります。そして私は A2 のパラレルタイプ。悪くなると左右の動きというのがちょっと大きくなりすぎますね。その辺の修正の話も合わせてお伝えできればと考えています。タイプによって合う合わないというクラブなんですけれども、まずはパラレルとクロス、この違いというのがすごく大きくなります。このようにフラットに見えるクラブというのは横方向に動かしやすく見えます。一方アップライトのクラブというのは上下に動かしやすくなります。フラットに見える方がクロスに合いやすく、アップライトに見える方がパラレルに合いやすいというような傾向が見られます。以前タイプチェックの動画にありましたクロスかパラレルどっちが動きやすいか、この手首の向き、これも非常に関係してるんですね。クロスは手のひらがお腹側に向いている時に体が動きやすく、パラレルはその反対ですね。手の甲が上側に向いている時、この向きの方が体が動きやすいです。つまり来角もアップライトがパラレル、フラットがクロスというのはこの辺にリンクしているんじゃないかというふうに、これは私個人的です。そのように考えています。パラレルとクロスによる来角の好みの違いというのをお話しましたが、ですからこの逆もあるんですね。例えばこのようにフラットのクラブを使うパラレルの人、こういう人がフラットなのに左に引っかかって仕方ないということもあったり、一方このようにアップライトのクラブを使っているクロスの人がどうしてアップライトなのに右に行ってしまうんだろうという逆転現象が起こる。これも実は好みの来角が逆であるという可能性も非常に高いと思います。パラレルに合うアップライト、クロスに合うフラットというのはあくまでも我々の中の考え方というふうに思ってください。なぜかと言いますと、パラレルはですね、シャフトの縦方向に負荷をかけて打つスイングになります。そしてクロスは逆ですね。シャフトの横方向に負荷をかけて打つスイングになります。最近はシャフトの負荷の方向というのを数値化して、それが自分に合うシャフトか合わないシャフトかなどというフィッティングもあると聞いています。結局トゥーダウンが多いと考えられるパラレルはアップライトが合う。そして横方向ですね、トゥーダウンがそれほど大きくないクロスというのはパラレルよりフラットなクラブが合うというふうに考えた方がいいと思います。この私の練習もですね、どういうふうな意識を持ってやってるかと言いますと、シャフトの上側ですね。シャフトの上側というところにヘッドがあるという意識、その意識をものすごく持ってスイングをして練習をしています。どうしてもですね、横方向の意識が高まってしまうと、シャフトの上方向にヘッドがあるという意識が減ってしまいます。そうするとパラレルであってもシャフトの横方向の負荷をかけすぎることになって、自分のスイングとそのボールの飛び方ですね、この結果というイメージが合わなくなってしまうんですね。この辺を意識した練習をしています。これはあくまでも傾向なのですが、 B タイプの方は右手で左足の付け根の方にクラブを押さえ込むようにセットアップしたくなります。そうするとこのようにフェースが開き気味のように見えます。なのでシャフトの挿入を左から入れることによってそれを補うということをしている人もいます。そこによるフラットかアップライトという傾向だというふうに覚えておいてください。一方 A タイプは左腕で左足の付け根に手を置くようにセットします。このように A2 は少しアップライト目でまっすぐ構えたく、そして A1 はフラット目で構えたがります。なので A1 は少しフェースが開いて見えるようなクラブを好むというような傾向があると思います。
少々難しい言い方をしてしまいましたが、 B タイプは押し込むという傾向があるので、右手で左足の付け根にセットをした時にクラブを押し込むと少し開いて見えてしまうので、最初から左からシャフトを入れて作る、そういう視覚効果を狙った方もいます。一方 A タイプは左手で上からポンと置くので、そのような傾向はありません。そしてフラットに使いたい A1 は開いたクラブを使う傾向がある、そのようにお考えいただいたらいいかなと思います。